今回は湯駒温泉シナリオの立ち回り解説を行いますが、このシナリオは無人島シナリオと違い、シナリオギミックが複雑で運要素が増しましたので、UA から US ランクなどの高い評価のウマ娘を作るには考える力も必要になり、難しくなりました。この動画では主に立ち回り方の知識などを重点的に説明し、運要素に関しても一部技術介入することができるので、その点についてお伝えしていきます。また、この動画をご覧になるにあたっての注意点を載せておきますので、目を通しておいてください。まずは、サポカ編成の説明からしていきます。はじめに前提条件として、湯駒温泉シナリオは、サポカ編成は友人の星名清子が必須のため、このサポカを持っていない場合は、フレンドから借りてください。ではサポカ編成について説明すると、基本的にサポカ編成はスピードから賢さのサポカを1枚ずつ入れたハイランダー編成、賢さを抜いた5種類編成が最もおすすめです。他にもスタミナを抜いた5種類編成、根性4枚編成もガチャ3サポカがなくても UA ランクはいけるのでおすすめです。もちろんこれらのサポカ編成以外にも様々な編成がありますが、唯一賢さ2枚編成はとある理由により絶対にダメな編成ですのでご注意ください。続いて因子についてはいつも通りスピード因子全振りと言いたいところですが、今回の湯駒温泉ではスピードの上限とシナリオギミックの影響でスピード全振りのパターンに加え、スピード因子を減らした定規の2パターンでも問題ありません。ただし、スピードの星の合計は12以上になるようにしてください。続いて温泉シナリオで最も重要、そして最も難しい厳選掘削の順番について説明していきます。掘削ローテは主に育成ウマ娘の目標レースやサポカ編成によって異なるので、これから紹介するイエス・ノーチャートから育成ウマ娘に合うものを探してください。黄色枠のところから始め、番号が書かれているところにたどり着くまで選んでいってください。また、ローテパターンをご覧になるにあたっての注意点として、左4つは固定の厳選なので、ローテパターンと同じ箇所で選択し、右5つは選択式の厳選なので、育成ウマ娘の成長率や現在のステータスによって選択してください。それでは1番の掘削ローテパターンからご覧ください。次に友人のお出かけの仕組みやタイミングなどについて説明します。まずお出かけが可能になるイベントでは2つ選択肢がありますが、基本的にはスキルヒントがもらえる下を選びましょう。上は入浴券がなく、体力を回復しないと時短練習ができない時などに選んでください。続いて全5回のおすすめなお出かけのタイミングは掘削ローテによって異なるので、順に説明していきます。はじめにローテパターン1から10番を説明すると、上記のように1から4回目までは各期間1回程度で構いませんが、5回目に関しては必ずシニア期9月前半に使ってください。一方、ローテパターン11、12番の時は4回目をクラシック12月後半までに使っておき、5回目をシニア2月後半までに使ってください。そして6月後半に入浴券を必ず使ってください。また唯一お出かけをやってはいけないタイミングがあり、それは超回復ができる場面です。
この時はお出かけを使わず入浴券で超回復を発動させるか、入浴券がなければ PR 活動を、もしくは厳選掘削をして入浴券を獲得した後超回復を発動させましょう。また超回復が発動するタイミングはある程度決まっているので、次に超回復の仕組みについて説明します。育成中にたまに出現する超回復は体力回復量の増加、スキルポイントプラス100などのかなり強い効果を得られるため、1回の育成でどれだけ発動できるかが重要となります。そしてこの超回復というのはランダムに発生しているわけではなく、とある規則性で発生しています。その規則性とは消費体力の合計によって発生確率が変わっているということです。超回復は消費体力の合計が50、100、150、200、250、300のいずれかを超えた時に発生します。そして各消費体力による発生率はおそらく消費体力が多くなれば高くなり、300以上になればそのターンに必ず超回復が発生します。そのため現在の消費体力が280の時にお出かけを使うのは超回復を1回分捨てることになりますので、この場合は入浴券があれば練習を、なければ PR 活動をするのが最適解です。ただ消費体力を毎ターン計測するのは手間も時間もかかりますので、その代わりに練習を行った回数でおおよその消費体力を把握しておくのが良いかもしれません。ということで、ジュニア期からシニア期における消費体力が300になるまでにかかる練習の回数の平均はそれぞれ上記のようになるので、これらの回数に達しそうな場合はお出かけは行わず練習を踏んで超回復を発生させましょう。また消費体力はイベントや追加練習でも加算されますので、早く発生させたいならあえて体力を消費する選択肢を選ぶのも一つの手です。ちなみに消費体力の合計は超回復を使ったターンから計測が始まりますので、超回復を使わず所持している場合は体力を消費しても加算されないのでご注意ください。ここからは育成の流れを上記の順番で説明していきます。まず全期間で気をつけること1つ目は入浴券を溢れさせないことです。入浴券は PR 活動を友人とのお出かけ、源泉を掘削した時、夏合宿突入時などに獲得できますが、最大3枚までしか所持できないので気をつけてください。一応入浴券がもらえるタイミングは上の表のようになります。2つ目はお休みは絶対に踏まず、体力回復したい場合は PR 活動か友人のお出かけをして入浴券を入手した後、入浴券で体力を回復しましょう。3つ目は目標レースがあるターンの時、上の2つの源泉を掘削しているなら入浴券を使いましょう。4つ目は保健室、練習失敗を1から2回したら諦め推奨。温泉シナリオは掘削が重要で、1ターンでも掘削できないターンがあれば源泉を掘削できるタイミングがずれる可能性があるので、1から2回ほど保健室か練習に失敗した場合は諦めることを推奨します。ここからは各機関の育成の流れを解説していきますが、解説をする中で登場する用語について上で説明しておきますので、目を通しておいてください。それではデビュー前の立ち回りから説明していきます。育成開始の最初の2ターンは最も絆上げができる練習を踏みましょう。3ターン目以降の最も絆上げができる練習を踏み、デビュー前が終わるまでにガチャザン SSR サポカを5枚以上編成している場合は、2人以上オレンジ絆にしておくことが望ましいです。入浴券を使うタイミングは、入浴券が3枚あるとき、理事長とおとなし記者を除いた3人練習があるとき、体力を回復したいとき、超回復のとき、デビュー前まで残り2ターンのとき、などがありますが、一番上に書いてある友人を含む2人以上の練習があるときは1回踏むまでは問題ありませんが、2回目以降は対象外となるので気をつけてください。PR 活動は2人以下の練習のとき、体力がないときなどに行いますが、デビュー前は2回以内で抑えてください。友人のお出かけは超回復を1回発動させるまでは使わないでください。
デビュー戦までに超回復が一度も発生しておらず、US ランクなどの上ブレイク生を目指している場合は諦めても構いません。ただ、デビュー戦までだと超回復の発生確率は約 70% しかなく、発生しないことも多々ありますので、基本的には7月後半まで粘っても構いません。また、この考え方は人それぞれによって異なるので、参考程度で捉えてください。次秋は上記のように入浴券の有無や使う上限満たしているかによって立ち回り方が異なります。また、ジュニア期以降の立ち回り方は同じなので、ジュニア期以降の説明は以上の2点のみの説明となります。ジュニア期における入浴券を使うタイミングは上の表をご覧ください。入浴券がないとき、入浴券を使う条件を満たしていないときは、練習、お出かけ、PR 活動、レースのうち現在の状況から適切な行動を選択してください。クラシック期6月後半までにおける入浴券を使うタイミングは上の表をご覧ください。入浴券がないとき、入浴券を使う上限を満たしていないときは、現在の状況から適切な行動を選択してください。クラシック期夏合宿は基本的に毎回入浴券を使いますが、サポカ1人などの極端に練習が弱い場合は使わなくても構いません。クラシック期12月後半までにおける入浴券を使うタイミングは上の表をご覧ください。入浴券がないとき、入浴券を使う上限を満たしていないときは、現在の状況から適切な行動を選択してください。シニア期6月後半までにおける入浴券を使うタイミングは上の表をご覧ください。入浴券がないとき、入浴券を使う上限を満たしていないときは、現在の状況から適切な行動を選択してください。また、人湯駒を掘削後は6月後半までお出かけと PR 活動は踏まないようにしてください。シニア期夏合宿は常時温泉効果を発動させるため、入浴券は必ず使ってください。シニア期12月後半までは掘削ローテ1から10番が9月前半にお出かけ掘削ローテ11、12番が9月前半に源泉を掘削をして入浴券を2枚入手した後、育成終了まで入浴券を途切れさせることなく使っていきましょう。また注意点として9月後半以降はお出かけ、PR 活動、レースは絶対に踏んではいけません。URA ファイナルは常時温泉効果を発動できるように入浴券は必ず使いましょう。練習を行う際は、ステータスの上限やスキルポイントの上昇量によってどの練習を踏むかを決めますが、友情が発生していない練習は踏んではいけません。例えば左のスピード練習ではスキルポイントの上昇量はスピードが多いものの、スピードとパワーのステータスは上限付近であるためあまり強くはありません。一方、スタミナ練習はスキルポイントの上昇量はスピード練習より少ないものの、上限まで遠いスタミナのステータスを大幅に上げることができるので、この場面ではスタミナ練習を踏むのが正解です。続いてスキル取得時について説明しますが、ネットでウマ娘評価点最大化シミュレーションと調べれば正確かつ高い評価点を出すスキルの取り方を教えてくれます。また今からお伝えすることは評価値育成では参考にしても問題ありませんが、対人育成では全く参考にならないのでご注意ください。評価点を上げるスキルの取り方は上記の4点を参考にしてください。
ここまで立ち回り方などについて説明をしてきましたが、今回の内容は全てが正確な情報ではなく、中には誤った情報を含んでいる箇所もあるかもしれませんので、参考程度で捉えていただけると幸いです。また、今回の内容をゆっくり確認したい方は、私のブログに同じスライドを載せておりますので、概要欄とコメント欄にあるリンクからご覧ください。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。